テキストプラスはフュージョン機能をベースとした高度な装飾や演出に向いているツールとなり、パソコンへの負荷がかかりますが、テレビ番組や YouTube のような豪華で目立つテロップデザイン、凝ったアニメーション付きの演出をするのに向いております。今回はこのテキストプラスについて解説します。まずテキストプラスですが、エフェクト一覧からタイムラインへドラッグ、またはシフトスペースキーからタイムラインに配置します。大分類としてタイトル設定とありますが、左側のタイトルの説明となります。さらにタイトルの大分類としてテキスト、レイアウト、変形、シェード、イメージ、設定とあり、まず一番左のテキストから解説します。ここでテキスト文字の入力が可能です。フォントはここを展開すると選択が可能で、このフォントの種類はご自身のパソコンにダウンロードされているフォントが全て表示されます。ダヴィンチリゾルブバージョン21からの新機能、右にあるアイコンをクリックすると、フロートウィンドウが展開し、大きな画面でフォント選択ができるようになりました。フォントは種類が多いので、この星マークをクリックし、お気に入りに登録することでかなり時短になります。ただし私の環境だと英語フォントは選択できるのですが、日本語フォントは選択できません。ビューアー左下からフュージョンオーバーレイを有効にします。また、ダヴィンチリゾルブバージョン21からの新機能でビューアーに赤い波線が表示されます。これはダヴィンチがスペルを間違っていませんかと問いかけているもので、文字の上で右クリック、間違っている場合はダヴィンチが候補されたスペルを下に表示してくれるので、正しいスペルを選択します。または今のままで正しければイグノア、無視を選択すると波線は消えます。正しくても赤い波線が表示されることが多いので、この機能が不要な場合は、上の表示からスペルミスをビューアーに表示のチェックを外せば波線は表示されなくなります。フォントの下にあるここを展開すると文字の太さ、書体を選択することができます。この種類は選択したフォントにより異なります。カラーで色調整ができます。ここをクリックするとご自身のパソコンにあるカラーパネルが表示されるので、好きなカラーを選択できます。一部の文字だけカラーを変えるには、上のフュージョンアイコンをクリックしてフュージョンページに移動します。テンプレートとメディアアウトノードが表示されます。このテンプレートがテキストプラスになります。ビューは上にあるこのアイコンをクリックすることで1画面、2画面表示の切り替えができます。今回は1画面表示にします。テンプレートノードを選択し、テキスト文字を入力するこの箇所で右クリック、文字単位のスタイリングを選択します。選択すると右上のモディファイヤーが有効になります。このモディファイヤーとは簡単に言うと、インスペクタに表示されるパラメーターの拡張機能になります。モディファイヤーを選択します。インスペクタにパラメーターは何も表示されません。ビューアー上で変化を加えたい文字をドラッグで選択すると、インスペクタにパラメーターが表示されます。カラーで色を変えると一部の文字だけカラーを変えることができます。また、サイズのパラメータを変化させると一部の文字だけサイズを変えることができます。トラッキングのパラメータを変化させると一部の文字だけ文字間隔を変えることも可能です。モディファイヤーで設定した内容を解除する場合は、ツールに戻り、テキスト文字を入力する箇所で右クリック、文字単位のスタイリングを削除を選択すると解除されます。下にあるエディットページのアイコンから戻ります。サイズでテキストのサイズ調整ができます。一部の文字だけサイズを変更する場合は、先ほど説明したフュージョンページのモディファイヤーで行います。トラッキングは文字と文字との間の間隔を調整することができます。行間はテキスト文字を2行にし、スライダーを調整すると、上の行にあるテキスト文字と下の行にあるテキスト文字の間隔を調整することができます。アンカーは軸となり、上下の位置を調整するアンカー縦、左右の位置を調整するアンカー横がそれぞれあります。デフォルトでは縦横とも中央になっております。ビューアー下のアイコンからフュージョンオーバーレイを選択すると緑色のバッテンが表示され、これがアンカーポイントの位置になります。
例えばサイズで拡大縮小すると、デフォルトではテキスト文字の中央を起点に拡大縮小します。アンカー縦のこのアイコンをクリックして上に移動します。また下にあるスライダーでも調整は可能です。サイズのスライダーを動かすと、移動させたアンカーポイントを軸に拡大縮小します。方向はテキスト文字の向きになり、デフォルトでは自動となっております。これは横書きで表示されます。縦書きにする場合は、ここで縦を選択すると、縦書きのテキスト文字の表現が可能となります。強調はこのアイコンで取り消し線、このアイコンで下線を表示することができます。次の端から表示は右の点をクリックしたままドラッグすると、テキスト文字が右から1文字ずつ消えていきます。左の点をクリックしたままドラッグすると、テキスト文字が左から1文字ずつ消えていきます。右にあるダイヤのマーク、キーフレームを設定することで、テキスト文字が1文字ずつ現れるアニメーションの設定ができます。例えば、先頭から30フレーム移動し、キーフレームを設定。0フレームに戻り、スライダーを左に移動し、テキスト文字を消します。キーフレームは一度設定すると、2点目以降は自動で設定されます。このようなアニメーションになります。次は一部のテキスト文字の間隔を調整する方法、位置を調整する方法について解説します。フュージョンオーバーレイが有効な状態で、ビューアー上で右クリック、テンプレートからアローマニュアルポジショニングを選択します。ビューアー上でドラッグで文字を選択。オプションキーを押しながら左右矢印キーで選択した文字だけ間隔を調整することができます。オプションキーとコマンドキーを押しながら左右矢印キーでより細かく間隔を調整することもできます。ビューアー上ドラッグで文字を選択、上下矢印キーで選択した文字だけ上下の位置を調整することができます。解除する場合は、インスペクターの一番下にあるアドバンスコントロールを展開します。この手動カーニングと手動位置調整ともに全て削除をクリックすることで解除することができます。次はレイアウトになります。フュージョンオーバーレイは有効の状態です。まず種類ですが、デフォルトではポイントになります。センター X で横の位置、センター Y で縦の位置を調整することができます。センター Z は奥行きの位置を調整することができます。下にあるピボット、軸になります。例えば、このピボットの位置をビューアー上部に移動します。回転の X、横軸のダイヤルを動かすと、移動したピボットの位置を起点に横軸で回転します。回転 Z のダイヤルを動かすと、移動したピボットの位置を起点にこのように回転します。サイズで文字の大きさを調整することができます。デフォルトは1で最大表示になっており、現状これ以上大きくすることはできません。しかし、フュージョンをベースにしたエフェクトは、インスペクタに表示されている最大値を上げることができます。枠をクリックで選択し、左右矢印キーで位に移動、上下矢印キーで最大値を上げることができます。次は回転です。ピボット、軸はデフォルトでは文字の中心になります。X、横軸のダイヤルを動かすと、Y、縦軸のダイヤルを動かすと、Z のダイヤルを動かすと、このように回転します。次は背景です。デフォルトではテキスト文字の背景は α が0で透明となっております。通常映像クリップの上のトラックに配置するとテキスト文字以外は透過し、下にある映像が表示されます。チェッカーボードに表示されていることが透明であることを意味しております。このチェッカーボードを表示するには、タイムライン左にあるタイムライン表示オプションを展開し、ビューアー背景でチェッカーボードを選択してください。デフォルトでは黒になっているかと思います。ここで α のスライダーを1にすると、デフォルト黒の背景が表示され、下にある映像は映らなくなります。
横クリックで好きなカラーを選択することもできます。黒背景に戻し、クリップの先頭でキーフレームを設定します。再生ヘッドを1秒進み、アルファを0にします。下にある映像が徐々に映し出される表現ができます。フュージョンオーバーレイは有効の状態で長文を改行せず入力してあります。ここでアンカーを左寄せに設定します。レイアウトに移動し、次は種類をデフォルトのポイントからテキストボックスへ変更します。下にある Wrap to テキストボックスでチェックすると、ビューアー上に四角の枠が表示されます。ビューアー上でこの四角のサイズを調整することで、四角の範囲内でテキスト文字を表示させることができます。この四角の調整はインスペクターの幅、高さでも調整は可能です。テキストに戻り、行間を整えます。長文のテキストを配置するのにとても有効な機能です。下にある Clip to テキストボックスへチェックすると、四角の範囲からはみ出たテキスト文字を表示させないことができます。円形を選択します。フュージョンオーバーレイは有効の状態です。緑色の円に沿ってテキストが表示されます。サイズで大きさ、幅で緑色の円に沿って配置されたテキストの間隔を調整することができます。またテキストに戻り、トラッキングの値でもテキストの間隔を調整することができます。回転のパラメータを展開し、Z のダイヤルを動かすと、円上にテキスト文字が移動します。キーフレームを設定すると、このようなアニメーションが作成できます。次はパスを選択します。フュージョンオーバーレイは有効の状態です。ビューアー上でクリックするとパス、線を作成することができます。間違ってクリックしてしまった場合は、Mac の場合はコマンド Z、Windows の場合はコントロール Z で一つ前の作業に戻れます。または点をクリックで選択し、バックキーでも削除ができます。今回は左上から四角にパスを作成します。最後は最初打った点とつなげます。また点をクリックして後から微調整も可能です。インスペクターのパス上の位置のダイヤルを回転すると、テキスト文字が今引いたパス、線に沿って移動します。キーフレームを設定すると、このようなアニメーションが作成できます。パスを調整する方法ですが、直線を曲線にする場合は、点を右クリック、テンプレートパスからスムースを選択します。このハンドルで調整できます。片方のハンドルのみ動かす場合は、Mac の場合コマンドキー、Windows の場合はコントロールキーを押しながらドラッグすることで調整が可能です。また直線に戻す場合は点を右クリック、テンプレートパスからリニアを選択します。パスを作成する注意点として、左方向から右方向にパスを作成すると文字は正常に表示されますが、右方向から左方向にパスを作成すると文字は逆さまになるので注意してください。次は変形です。一番上にあるパラメータ、文字、単語、行と3つあり、デフォルトでは文字となっております。これは1文字単位で変形することを意味しております。例えば、間隔のスライダーを動かすと1文字単位で間隔の調整ができます。回転 Y、縦軸のダイヤルを動かすと1文字単位で回転します。次は単語単位を選択します。間隔のスライダーを動かすと単語単位で間隔が調整されます。回転 Y、縦軸のダイヤルを動かすと単語単位で回転します。シアーは文字に傾きをつけることができます。
長文で一部の単語のみ傾きをつけ強調するのに有効です。一番下のパラメータサイズは X で横のサイズ、Y で縦のサイズを分離して調整することができます。例えば、クリップの先頭でキーフレームを設定、再生ヘッドを1秒移動し、Y の数値を上げます。キーフレームトレイを表示からスプラインで換気を調整し、ループ設定でピンポンを選択します。クリップの長さに応じアニメーションをループさせることができます。クリップを延長してもアニメーションはループします。クリップの途中でループを止める場合は、ループを止めたいフレームに再生ヘッドを移動し、設定したキーフレームをクリックすると途中でループは止まります。次はシェードになります。一番上のパラメータエレメントを選択になりますが、1番から8番まであります。デフォルトでは1番が選択されています。名前がホワイトソリッドフィルとなり、下の有効にチェックがついております。これはテキスト文字が白色の塗りつぶしで適用されることを意味しております。現にこのテキスト文字は白色の塗りつぶしになっており、この有効のチェックを外すとテキスト文字はなくなります。有効のチェックを戻します。このスライダーで不透明度の調整ができます。カラーで塗りつぶしのカラーを変更することができます。このタイプがデフォルトではフルとなり、これは単色カラーになることを意味しております。展開するとイメージ、グラデーションが表示され、まずグラデーションを選択します。デフォルトでは黒から白のグラデーションとなっております。この左にある三角をクリックすると、好きなカラーを選択できます。また右にある三角をクリックすると、好きなカラーを選択できます。三角はドラッグで自由に移動が可能で、グラデーションのかかり具合が変化します。クリックするとグラデーションカラーをさらに追加することも可能です。不要な場合は選択しバックキーで削除できます。また下にあるマッピング角度のダイヤルでグラデーションの角度を調整することも可能です。次はタイプをイメージにします。これは現在白の塗りつぶしでテキスト文字が表示されてますが、この塗りつぶしを自由に置き換えることができる機能となります。まずイメージソースでクリップを選択し、下のカラーファイルへメディアプールから置き換えたい素材をドラッグします。今回は木目の素材を適用します。または下のブラウズボタンからも選択は可能です。注意点として、ここで置き換えることができる素材は画像のみで、映像は置き換えることができません。ただし、フュージョンへ移行すると映像も置き換えることができます。一旦木目の素材を解除します。上にあるフュージョンのアイコンをクリックしてフュージョンへ移動します。まず、このテンプレートテキストプラスノードを選択し、インスペクタでイメージソースのクリップをツールへ変更します。置き換えたい映像素材をドラッグでノードエリアに配置し、左のビューアイドラッグすると映像が映ります。映像素材のノードにある四角の出口からテンプレートテキストプラスノードの三角の入り口へドラッグで接続します。塗りつぶしを映像に置き換えることができます。テンプレートテキストプラスノードを選択し、マッピング角度、マッピングサイズで置き換えた映像の角度、サイズを調整することも可能です。左から4番目のエディットページアイコンから戻ります。ソフトネスを展開します。X で左右のぼかし、Y で上下のぼかし具合を調整することができ、グローのスライダーでぼかしに光を加えることができます。最後にブレンドで全体を調整します。回転 X で横軸に回転、回転 Y で縦軸に回転、回転 Z でこのように回転します。この回転は1文字単位の回転となります。視野 X は左右の傾きの調整ができ、
視野 Y は上下の傾きの調整ができます。一番下のサイズは X で左右を拡大縮小し、Y で上下を拡大縮小することができます。エレメントの2番を選択します。名前がレッドアウトライン赤の縁取りとなり、下の有効にチェックすると適用されます。この太さのスライダーで縁取りの太さを調整することができます。デフォルトの数値は 0.02 となり、スライダーを最大まで上げるとこのように太くなります。さらに太くしたい場合は数値の箇所を選択し、上下矢印キーで限界値を突破することができます。結合のスタイルで縁取りの角の質感を選択することができ、またカラーで縁取りのカラーを変更することができます。エレメント2で適用した縁取りは有効のチェックを解除してエレメントの3番を選択します。名前がブラックシャドウ黒の影となります。下の有効にチェックすると適用されます。不透明度で影を薄くすることができます。カラーではシャドウのカラーを変更することができ、位置のオフセット XY でシャドウの位置を調整することが可能です。エレメント3のシャドウは有効のチェックを解除してテキストに戻り、フォントを変更しサイズを小さくします。エレメントの4番を選択します。名前がブルーボーダー青い枠線となります。下の有効にチェックすると適用されます。枠線というか青色の背景が適用されます。デフォルトでは1文字単位で背景が適用されております。テキストに戻りトラッキングで文字間隔を広げると確認することができます。これはレベルが文字になっているためです。テキストまたは行に変更すると一文に背景が適用されます。単語単位の選択も可能です。テキストに戻りトラッキングで間隔を広げると確認することができます。レベルをテキストに戻します。延長横、延長縦で背景のサイズを調整することができます。またラウンドで角の丸みも調整することができます。カラーで背景色を変更することができ、位置のオフセット XY で背景の位置を調整することができます。このタイプがデフォルトではフルとなり、これは単色カラーになることを意味しております。展開するとイメージ、グラデーションが表示され、まずグラデーションを選択します。エレメント1で解説したテキスト文字の塗りつぶしと同じように自由にグラデーションカラーを適用することができます。次はタイプをイメージにします。これもエレメント1で解説したテキスト文字の塗りつぶしと同じように背景を自由に置き換えることができる機能となります。まずイメージソースでクリップを選択し、下のカラーファイルへメディアプールから置き換えたい素材をドラッグします。または下にあるブラウズボタンからも選択は可能です。マッピング角度、マッピングサイズでテクスチャーの調整も可能です。映像に置き換える場合はエレメント1で解説したようにフュージョンでの対応となります。今まで説明してきたシェーディングエレメント1番から4番はあらかじめダヴィンチが設定していてくれたものを適用するか適用しないかの選択でした。これから説明するシェーディングエレメント5番から8番は何も設定されていないエレメントとなり、自分の好みで設定できるエレメントとなります。このテキストはエレメント1で白の塗りつぶしを適用し、エレメント2で紫色の縁取りを適用してあります。エレメントの5番を選択し、有効にチェックします。デフォルトでは外観でテキストの塗りつぶしが選択されております。現状、今のテキストの後ろに隠れている状態なので、サイズ Y で大きくしてみます。テキストの塗りつぶしが背面にあることが確認できます。一旦リセットします。さらに違う色の縁取りを適用するには、外観でテキストの塗りつぶしから
テキストの縁取りに変更します。カラーで好きなカラーを選択できます。縁取りは確認できませんが、太さのスライダーを上げると二重の縁取りがついたことを確認することができます。さらに太くする場合は数値をクリックで選択し、上下矢印キーで限界値を上げることができます。ソフトネス XY でぼかしを入れ、クローで若干コードを加えます。エレメント6番、7番、8番を選択して、さらに異なるカラーの縁取りをつけることも可能です。今回は背景をつけます。エレメント6番を選択し、有効にチェックします。外観のデフォルトのテキストの塗りつぶしから境界線の塗りつぶしへ変更します。レベルがデフォルトで文字単位で適用されるのでテキスト単位へ変更します。タイプをフルからイメージへ変更し、イメージソースをツールからクリップへ変更します。メディアプールから木目のテクスチャー素材を適用します。延長縦横でサイズを調整し、ラウンドも少し適用します。背景をつけることができました。今度はこの背景に縁取りをつけます。エレメント7番を選択し、有効にチェックします。外観を左から3番目の境界線の塗りつぶしを選択し、レベルを文字からテキストに変更します。現状背景は後ろに隠れている状態なので、延長縦、延長横でサイズを大きくすると、今追加した背景が現れます。ラウンドも少し調整し、カラーで好みのカラーを選択します。縁取りのある背景を作ることができました。上の設定からズームでサイズを調整ができ、位置で配置場所を調整することもできます。毎回この工程を作業するのはとても時間がかかります。ダヴィンチリゾルブにはパワービンというものが存在し、この瓶に格納することで今作成した背景付きテロップをプロジェクト間をまたいで使用することができます。メディアプールの点々点を展開し、このパワービンにチェックをつけます。するとここにパワービンが表示されるのでマスターを選択します。初めて触る方はここは何もありません。私はたくさんの素材を格納してあります。今作成した背景付きテロップをドラッグして移動します。このように保存することができます。使用するときはタイムラインへドラッグで別のプロジェクトでも使用することができます。不要な場合は右クリック、選択したクリップを削除から削除することができます。私はパワービンの中にフォルダを作り、よく使う素材をたくさん格納してあります。とても役立つ機能となります。前回の動画でテキストツールをアニメーションさせる方法について解説しましたが、このテキストプラスでも同じようにキーフレームを使い、またトランジションを使ってアニメーションをさせることができます。トランジションを使ったアニメーションは前回の動画で説明した内容と同じなので、今回の動画では説明は割愛させていただきます。今回はキーフレームを使ったアニメーションについて説明します。このテキストプラスは今まではフュージョンページでのみアニメーションの調整が可能でしたが、ダヴィンチリゾルブ21からエディットページでもキーフレームを調整できるようになりました。ビューアーにはエレメント1で白色の塗りつぶしを適用し、エレメント2で赤い縁取りを適用したテキストがあります。テキストのトラッキングで3秒間かけて徐々に横に広がるアニメーションを設定してあります。さらにここへ徐々にテキストが消えていくアニメーションを設定します。シェードのエレメント位置を展開し、この不透明度で設定します。クリップの先頭でキーフレームを設定し、再生ヘッドをシフト右矢印キーで3回3秒移動します。ここで不透明度を0にします。白色の塗りつぶしは徐々に消えていきますが、縁取りが消えません。この理由はもともとこのテキストはエレメント1で白の塗りつぶしを適用し、エレメント2で赤の縁取りを適用して作成しました。今不透明度を設定したキーフレームはエレメント1でエレメント2へも同じキーフレームを設定必要があるからです。複数のエレメントを有効にして作成したテキストはエレメントごとにキーフレームを設定する必要があります。赤の縁取りを設定したエレメント2に移動し、この不透明度に同じキーフレームを設定すれば問題は解決しますが、とても面倒です。便利な方法があります。不透明度の文字の上で右クリック、
接続、テンプレート、不透明度1を選択します。このようにエレメント1で設定した不透明度のキーフレームの値をエレメント2の縁取りの不透明度にコピーすることができます。次はレイアウトのセンター Z 奥行きでテキスト文字が手前に進んでくるアニメーションを設定します。クリップの先頭でキーフレームを設定。再生ヘッドをシフトキープラス右矢印キーで3回3秒移動します。ここで値を 0.8 に設定します。今度は複数のエレメントを有効にして作成したテキストを一括でアニメーションさせることができました。これはこのシェードで複数のエレメントを有効にして作成したテキストをアニメーションさせる場合、テキスト、レイアウト、変形から設定するキーフレームは全てのエレメントをまとめてアニメーションさせることができます。シェードで複数のエレメントを有効にして作成したテキストを同じシェードから設定するキーフレームはエレメントごとにキーフレームを設定する必要があることに注意してください。最後にキーフレームトレイを表示からスプラインを展開します。すべてのキーフレームを選択し、Ease In and Out を選択します。というか現状 Ease の選択はどれを選択しても Ease In and Out になってしまいます。後に改善されるでしょう。アニメーションに緩急をつけることができました。ダヴィンチリゾルブバージョン21からこの設定を選択すると、ここでモーションブラーの設定が可能になります。ここにチェックをつけることで、より人間の目で見るような演出がエディットページでも可能になりました。品質がデフォルトでは2となり、上げることでよりブラー効果を加えることもできます。モーションブラーを設定するとパソコンに負荷がかかります。ご自身の環境に応じて設定してください。キャッシュを作成するとクリップはスムーズに再生されます。